皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今回もですね、楽しんで iPad で描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルではですね、iPad を使って背景、風景を描く方法を紹介していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今回はですね、前回に引き続きになるんですが、一点通しの応用ですね。前回は曲がり道編だったんですが、今回は坂道編になります。早速ですね、見ていきましょう。どういう絵が描けるかというとですね、このようなイラストになります。わかるでしょう？この青い車線の部分、車線というかこの線の部分が上に上がっている。これで伝わるかなこう上に上がっているですね、坂道になっています。こんな感じでまっすぐ行く線だったり、こう上に上がったり、こう下に下がったりする道っていうのもですね、透視図法にのっとって描けますので、それのやり方、簡単にざっくり覚えておけば、いろいろなイラストに役立てることができますので、ぜひですね、今回覚えてみてください。さあ、それでは、このような一点透視を描く上で、どういう風にやっていくのかの説明をしていきたいと思います。今回も使用するアプリは Procreate になります。さあ、一点透視、もう何回もね、やっていますが、アイレベル、最初からですね、一点透視やりたい方はぜひぜひ第1回目の動画をご覧ください。アイレベルですね。いつも出てくるアイレベル。目の高さになります。このアイレベルを1回引いて、そこから、こうやってまっすぐ、消失点っていうのを決めてあげて、そこに収束していくのが一点透視の道路の描き方になります。これが道ですね。ですが、これを上に上げたい。これだとまっすぐの道なので、これを坂道にしたい場合は、消失点をですね、この、最初からある消失点の上に、真上にですね、取ってあげて、これ一点透視の場合、このまっすぐ坂道が行く場合は、この消失点から真上に取ってあげて、補助線ですね。VP から補助線を引いてあげて、その補助線上に点をまた打ってあげます。こんな感じで。で、曲がり道もこう補助線を取ったと思うんですが、曲がり道もこういう感じで曲げてたと思います。前回の動画、ぜひご覧ください。これと一緒でですね、坂道も、坂にしたいところから、今取った消失点にこうやって伸ばしてあげます。すると、これちょっと急ですが、カクカクと、こういう感じで上に登った道ができます。これちょっと斜めにして書いてみると分かりやすいので、ちょっと斜めにしてみましょう。これ I レベルですね。ここに VP があるとして、そこにですね、こういう斜めのストレートのラインがあるとします。そこから、このラインが上の方に、こうですね。見えますかね？ちょっと見えやすいようにちょっと濃いめに書きますが、真横にラインを引いて、よいしょ。こうやって線を引いてあげると、これで分かりやすいですね。見えますかね？こう、斜め上に上がっているのが分かるでしょうか？これで簡単にですね、一点通しで坂道を描くことができました。さあ、これ、上り道なんですが、下り道の坂道を描きたい場合はですね、これもちょっとやってみましょう。下り道を描きたい場合は、今度は VP をですね、例えばこっち、こう取ろうかな。こう取って、で、ここから下らしたい場合はですね、VP から下の方に補助線を引いてあげます。さっきは上の方に引きましたね。あとは一緒で下に引いて、下に補助線上に VP を作ってあげます。で、ここの VP に向かって、例えばこの辺からこう収束していく点をこうやって書いてあげます。ちょっと急な感じになってしまいましたが、こういう感じですね。ちょっと角度が悪いんですが、ここから下っていって、で、下った先まで書いてあげて、その後にまたまっすぐしたラインを取りたい場合とかは、ここから、こう、元の VP に沿ってまっすぐ書いてあげると、ちょっとね、見にくくなっちゃいましたが、よいしょ。これわかるかな？
わかりますかね？こう行って、こう下って、こういう感じでまっすぐ行ってます。こういう下りの坂を書くことができます。こっちが上り坂だとしたらですね。で、上り坂も、今このまま書いてますが、ちょっといらないとこを消してあげて、例えばこの辺から上り坂が終わったよと。したら、終わったところから、最初の VP に収束してあげると、今度はこれは、歩いて上に上がって、そのまままたまっすぐの道を書くことができます。こっち側は下りですね。下りなんで、まっすぐ行って下がってまっすぐ。で、こっち側は上りなので、まっすぐ行って上がってまっすぐ。というような線の書き方になります。なので VP、一点投資の場合は一点投資に収束する VP から補助線を上か下に引いて、その補助線上に点を打ってあげます。そこに坂道のこの上り坂ですね、下り坂の道を収束してあげることで、各といったような線を増やして、上り坂、下り坂を作ることができました。前回ですね、補助線上じゃなくて、このアイレベル上に右左、こう、ジグザグに新しい小出点を置いて、こっち行ったりこっち行ったりっていう感じで、こう横に動いたのが、VP を上下に行くことで、上下にこう、ジグザグに動くことができるよというような感じになります。なんとなくわかりましたでしょうか？これを踏まえて、ちょっとどういう感じでイラストを描いていくのかやってみたいと思います。ちょっとこれを参考にしながら描いていきますね。坂道とかを描くのもかなり、この VP に上に上がって下がってとか設定してあげると簡単に描けるので、ぜひぜひやってみてください。今回もですね、この描画ガイドっていうのを使っていきたいと思います。で、描画ガイドは今回1点通しなので、まず I レベルの点を取ってあげて、見えますかね？ここに点があるんですが、そこの上にもう1個坂道の点を取ってあげてます。なので2個点がある状態ですね。で、その状態でちょっと太めに書いていきましょう。今回も。まずまっすぐの線を書いてあげます。これが道路になります。道路を書いてあげる。で、この道路は、この辺までにしようかなと。ここから坂道にしますね。で、今度は坂道を書いていくんですが、坂道の走りはここからスタートして、今度は上の方にですね、消失点の方にこう、消失していきます。坂道だけちょっと色変えますね。上の方に収束していきます。で、ここで消失点を最初のまっすぐの線、こっちじゃないように気をつけてください。こっちじゃなくて、今書いているのはこの上の方ですね。こっちの消失点。こっちの消失点に行くと、この下のまっすぐの道の消失点になるんで、そこから上に上げた消失点にちゃんと収束するように、ここはちょっと気をつけて書いていきましょう。で、今度は、ここの消失点を書いてあげたら、奥の、で、道に行く消失点を書いてあげて、よいしょ。こんな感じですね。で、奥の道を書いてあげる。さあ、これでなんとなくまっすぐ行って、ちょっと上に上がって奥に行っている感じがわかるでしょうか？で、この後は前回のジグザグの時もやったように周りの建物を書いていくんですが、気をつけるのが、消失点の位置。ここのまっすぐの道路はちゃんとまっすぐの道路に収束していくのを忘れずに。で、斜めなんですが、斜めの消失点は斜めの方に収束していくと、これ曲がり道の時はね、斜めのところに収束して書いていったと思うんですが、こう横とかですね。この坂道の時に斜めの収束、斜めの消失点に収束していっちゃうと、なんか斜めのね、窓とかになっちゃうんで、僕は斜めじゃなくて、まっすぐ、ここの、まっすぐの道の消失点に消失してあげて、こういう感じで、ね、線を引いてあげます。で、坂道の上に立ってるお店っていうのは、その下にですね、だいたいここを平行にする。これが平行なんですね。平行にするためのこう階段だったり、ここはもうなんかセメントで埋めてたりですね。で、看板が貼ってあったりとか、いろんなことがしてあります。もう斜めのまま立ってたりは基本しないので、
まあ基本こうやって坂道を描くときは、その坂道の場所をこうやって、まっすぐの線で補強してあげて、そこの上に線を入れていってあげます。こんな感じですね。で、こんな感じで、まあ奥の方はもう普通に描いていって、こんな感じですね。まあ、どっちに収束していくかをちょっとしっかり考えてあげないと、たまに消失、曲がり角も一緒なんですが、消失点がね、いっぱいあるんで、なんか混乱しちゃうこともあると思いますんで、気をつけてね、書いてみてください。ここの、よいしょ、ここの消失点ですね。に収束していく。で、こっち側も一緒ですね。ここも、ここの消失点に収束していく。まあ、こんな感じの建物を描いていきましょう。まあ、今、この建物の中めちゃくちゃ適当に描いてるんで、この建物はですね、いろいろ資料を見ながら、おのおのしっかり描いてみてください。だいたいこんな感じでですね、作画をしていくことになります。で、あとは一番奥はもうまっすぐの線とかを入れてあげて、建物を入れる。こんな感じで、で、奥に行くにつれて、ここが圧縮していくので、ちょっと狭くですね、こうしてあげると、よりリアルな感じに描くことができます。こんな感じで、一点通しの坂道の作画をすることができました。まず、道路を描いて、ちゃんと坂道を描いて、まっすぐ描いてあげる。で、その横にですね、対応するお店だったり、建物、山とかでもいいですしね、そういうのを建ててあげるとうまくいくかと思います。で、まあ、しっかり書き込んだのが、こういうイラストになりますので、ぜひですね、坂道描いてみてください。これ、下り坂も基本的に書き方は一緒なので、ぜひですね、上り坂、下り坂、どちらもチャレンジしてみてください。実際こうやって点を取って書いてみると、かなり簡単に書けると思いますので、高さがどれぐらいにしようとかもう気にしなくていいと思います。最初はもう、ね、上にやれば上る、下にやれば下るっていう感じで、それをちょっとですね、確かに下ったぞ、登ったぞみたいなのをちょっと楽しんでね、書いてみてください。はい、今回はですね、一点投資の応用坂道編でした。前回の曲がり道編と合わせてですね、前回は横、今回は上下にぐねぐねした道の書き方になりましたので、この2つどちらも押さえておくといろんな書き方ができて楽しいかと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。背景イラストレーターのありでした。次回もですね、一点投資の応用、今度は分割増殖というものをやっていきたいと思いますので、ぜひそちらの動画もご覧ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。